ロー、こんにちは、大家好。なるです。もうすぐ JLPT 日本語能力試験がありますね。今回は私が実際にやっていた試験内容を効率よく記憶する方法を皆さんにシェアしたいと思います。私こう見えても高校生の時の成績がまあまあ良くて、試験の順位は毎回学年1位でした。日本語教師になりたい人が受ける日本語教育能力検定やその他の試験、資格も大体一発で合格してきました。だから結構信用できる方法だと思います。今回は外国語が話せるようになるコツというより、試験、テストの時に役に立つ記憶法をメインに皆さんに話していきたいと思います。言語学習にも多少記憶力が必要なので参考にぜひ見てください。今回の動画も日本語で話すので必要な人は字幕をつけてみてください。それではスタート。効率よく記憶する方法。一言で言うと、繰り返すこと。これが大事です。具体的にどうすればいいか話していきます。一つ目、参考書。問題集は最低3回はやる。皆さん、JLPT 試験のためにきっと参考書や問題集を買っていますよね。それを最低3回は見たり、問題を解いたりしてください。まあ7月の JLPT の試験までにはもう時間がないと思うんですが、できるだけ繰り返し解いてください。これは私が試験の前の1ヶ月、2ヶ月ぐらい前から絶対にやることです。問題を解いて答えを見て次の問題に進むと、もう前にやった問題、昔やった問題をどんどん忘れてしまいますね。それじゃ意味がありません。同じ問題を繰り返し最低3回はしてください。余裕があれば5回でも10回でもいいです。3回目になると問題文を見ただけでもう何も考えずに、あ、これが答えだとわかるようになります。もうそのレベルになるまで繰り返しやってください。私が学生の時は問題文の最初の言葉を見ただけでその問題の答えがわかるぐらい繰り返しやっていました。長期記憶をしたい場合はただ答えを覚えるだけじゃなくて、どうしてその答えになるのか一緒に思い出せたら完璧です。二つ目、その日のうちに復習、頻繁に思い出す。エビングハウスの忘却曲線という実験結果があるんですが、それによると人はその時覚えたことを20分後には4割忘れているらしいんです。20分後に4割忘れているんです。大事なことなので2回言いました。授業を受けたり問題集を解いたりする時間も大事だとは思うんですが、その記憶を保つためにはやっぱり復習が大事です。授業が終わってから問題集を解いてからすぐ休憩をしてしまう人多いと思います。私の学生さんの中にも多分そういう人多いと思います。授業を受けている人はその授業が終わってからすぐ休憩をする前にその日書いたノートやその日使った資料を見返してみてください。5分、10分でもいいです。見返して復習してください。ノートや資料を見返しているときに、この話の時この単語を使ったなとか、この話の時この文法を教えてもらったなとか、その時の場面を一緒に思い出すともっと記憶に残りやすいと思います。それからその日のうちにもう一回ノートを見返したり、もう一回問題集を解いたりすると効果的です。あとはバスや電車の中での移動中でもいいし、お風呂中でもいいので、今日解いた問題は何だっけ？今日の授業で勉強したことは何だっけ？とふと思い出してみてください。これを頻繁に思い出すとより効果的です。その時、あの時先生なんて言ってたっけ？この問題の答えなんだっけ？と思ったらすぐノートを見返してください。ここでもまた復習をしてください。ノートを見返すだけだったら1分ぐらいでできますよね。私は最近英語の授業で勉強したカーボハイドレートという単語、炭水化物という意味の単語をよく頻繁に思い出しています。3つ目、寝る前に不安な部分、覚えたい部分を見る。
起きた時にもう一回見る。人は寝ている間に記憶が整理されるらしいので、絶対覚えたい部分は寝る前にベッドの中で見ます。本当に寝る直前に見てください。問題を解かなくても見るだけでも効果があると思います。私の場合、参考書を1回見て閉じて頭の中でその内容を記憶されているかな、覚えられているかなと確認してもう1回見て確認をします。もう本当に繰り返しですね。そしてその参考書を閉じて次の日起きてからもう一回見て本当に覚えられているかどうか確認をします。もう確認です。確認、繰り返し、復習。これ本当に効果があったなぁと思います。寝る前に携帯をいじっているそこの人、今日からノートや参考書を見るようにしましょう。4つ目、覚えたい内容は声に出して録音する。そしてそれを聞く。これは日本語教師になりたい人が受ける日本語教育能力検定の勉強をしていた時に私が実際にやっていた方法です。今ここにその参考書がないんですが、日本語教育能力試験の覚える内容もすごく多いんですよ。日本語の歴史とか発音とか教え方とか語用とか本当にいろんな内容を覚えないといけなかったので結構大変でした。その時、日本人のメンタリスト、DAIGOさんという方が YouTube でこの方法いいよと紹介していたので、私もやってみました。覚えたい内容、日本語の試験だったら単語や文法をボイスレコーダーに録音するんです。携帯のボイスレコーダーのアプリで十分だと思います。自分の声で録音してください。何かの記事で読んだんですが、自分の声は他人の声より記憶に残りやすいらしいです。言語学習だったら教科書や参考書によく例文が書いてありますよね。それをボイスレコーダーに録音するといいと思います。CD があれば、まずその CD を聞いて発音を真似しながら自分の声で録音するといいと思います。あとはできることならその例文をまず記憶して見ないで録音できるとより効果的だと思います。もしその単語や文法のポイントがあれば自分の言語で補足するのもいいと思います。この録音したものを通学・通勤の時やちょっとした時間に繰り返し聞いてみてください。ちゃんと聞くのもポイントです。本当に5分、10分でもいいです。繰り返し聞いてください。私はその録音した音声を試験会場に行くときに1時間ぐらいずーっと繰り返し聞いていました。これも実感できるぐらい効果的だったと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。5つ目、問題を自分で作る。例えば、覚えたい単語や文法を間違いやすい単語や文法を使って私はよく練習問題を作っていました。言語以外の科目でも記憶が必要な科目では私はいつも練習問題を作っていました。この時大事なのが試験を作る人の気持ちになって練習問題を作ることです。この単語問題にしやすそうだなとか、この文法間違える人いっぱいいそうだなとか、そういうことを考えながら問題を作るんです。自分で作った問題なので記憶にも残りやすいし、試験に同じような問題が出た時はわかってたよ、私これ予想してたよ、というようないい気分になります。この自分で作った問題も繰り返し解くことが大切です。ぜひ試してみてください。ここまで私が実際にやっていた効率よく試験内容を記憶する方法を紹介しました。やってみたい方法ありましたか？本当は全部やってほしいんですが、皆さんのスタイルに合わせて選んでやってみてください。皆さん覚えていますか？私がこの動画の最初で言ったこと。効率よく記憶をする方法、一言で言うと、繰り返すことです。皆さん、繰り返し頑張りましょう。この動画が役に立ったと思った人は、グッドボタンをお願いします。チャンネル登録も待ってます。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあねー。
これは本当かどうかはわからないんですが、青ペンで書くといいらしいですよ。私も一時期青ペンでノートを取ったり、言葉を練習していたりしたんですが、本当に効果があったかはわからない。台湾の人たちはよく青ペンで勉強していますよね。それが理由？